は材料4つでふわふわパンケーキを作りました。こんにちは、卵ソムリエのゆかりです。このチャンネルはいろんな卵料理、そして卵の情報をたくさん皆さんにお届けしていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は材料4つでふわふわパンケーキを作りたいと思います。前もパンケーキ、ご紹介したんですけど、前はね結構いろんなふわふわとかしっとりさせるためにサラダ油入れたりとかレモン汁入れたりしたんですけど、今回は材料たったの4つで作ります。で、何が違うかっていうと、その分ちょっとホットケーキミックスの粉を多めにしました。で、ちょっとしっかりめのふわっとした、パンケーキを作っていきたいと思います。ということで、早速作っていきたいんですが、皆さんにちょっとご報告がございます。というのもですね、先日、私、なんと登録者様5万人突破しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます、皆様。ね、最近コメントもたくさん皆さん書いてくださったりとかして、ちょっとコメント止まっちゃう時もあるんですけど、本当に皆さんありがとうございます。これからも皆さんに分かりやすくいろんなレシピをね、ご紹介していきたいなと思ってます。チャンネル見ていただければ分かると思うんですけど、卵にまつわるいろんな料理を挑戦していく中で、私の卵愛は相変わらず変わらないんですけれども、最近低糖質やったりとかいろいろやってるんですけど、もっとねちょっといろんな幅を広げて、今後ね皆さんのね役に立つ情報だったりとかレシピをねもっとたくさん展開していきたいなと思ってます。なのでちょっとこれは改めてまた今後のチャンネルの方針だったりとかお伝えする動画を作りたいと思いますので、ぜひ上げた時はチェックしていただけたらなと思います。変わらずずっと料理はやっていくので、皆さん今後ともよろしくお願いします。はい、ということで話は戻しまして、早速材料4つで作るふわふわパンケーキ作りたいと思います。じゃあまず材料から紹介します。はい、今日使う材料はこちらです。卵、ホットケーキミックス、お砂糖、牛乳です。こちらのお砂糖はお好みのお砂糖を使ってください。普通の砂糖を使うと結構しっとりとした生地に仕上がります。パンケーキの材料自体はこれです。その他に分量外でサラダ油もね焼く時に使っていきます。はい、ではまず作っていきます。まずね、卵を割り入れます。で、卵は白身と黄身に分けます。大きいボウルとちっちゃいボウルがあったら、大きい方に白身、小さい方に卵黄ですね。はい、黄身の方にちょっと白身が入る分にはいいんですけど、こっち側にね卵黄入っちゃうと泡立ちにくくなっちゃうので、それだけね気をつけましょう。はい、こんな感じで分けました。そしたら卵黄の生地を最初に作るんですけど、その間こちらを冷凍庫に保存しておきます。はい、ではまず卵黄の生地から作っていきます。体が気になる時は取ってください。焼き菓子の場合は卵黄膜とか体が入ってても焼いてしまうので、そんなに気にならないかなと思います。なので気になる方だけ取っていただけたらと思います。で、こうやってほぐしましたら牛乳入れて、で混ぜます。はい、でよく混ざりましたら、ここにホットケーキミックス入れます。はい、これはふるいにかけて加えるようにしてください。これを混ぜます。こうダマダマにならないように混ぜましょう。このぐらい、結構もったりしてます。はい、こちら冷凍庫で冷やしておいた卵白です。全然まだ固まってないんですけど、こうやってね冷やしておくことですごくきめ細かい泡になって、泡立ちもね早くなります。はい、ではまずこれを高速で30秒ほど泡立てます。はい、30秒泡立てるとちょんと角が立ちます。そしたらお砂糖半分ぐらい入れます。2回に分けてね入れます。で、そしたらまた高速で泡立てます。で、結構ねもう2回目でしっかりとねこうやって角が立ちます。最後にまたお砂糖を入れて、で次から低速でしっかりと泡立てていきます。はい、しっかりね2分ぐらい最後はね泡立てました。もうね生クリームみたい、本当にめちゃくちゃ固め。このぐらいもうしっかりピュンと角が立つぐらい、このぐらいまでしっかりとね泡立ててください。こちらの卵黄の生地、今ねこのぐらい硬さで、そしたらこっちに一すくい、はい、入れます。で、生地をねなじませるように、これはもうガーッと混ぜちゃって大丈夫です。
全体的に混ざったらもう一すくい入れて、今度はねこうふわっと持ち上げるように混ぜます。この混ぜ方が結構ポイントだったりするので、ボウルをねこうやってね回しながらやると綺麗に混ざります。はい、そうしましたら次ゴムベラに持ち替えます。今度こっちの卵白の生地の方に入れます。でこれもいっぺんに入れちゃって大丈夫です。そうするとねここにたまに卵黄溜まってる時があるので、それもね防止するという意味でボウルをね移し替えて混ぜます。はい、これをねすくい上げるようにこうふわっと混ぜていきます。こうすくい上げるようにこうやって混ぜていきます。下からこうやってねすくうように。はい、こんな感じでこのぐらいの硬さになれば OK です。はい、そしたらフライパンにサラダ油を敷いて、でこれ薄く伸ばします。でそしたらもうここに生地をのせてっちゃいます。で今回はね絞り袋使いません。で3つぐらいかな置いてきます。スプーンでちょっと丸を描くように、でどんどんね上に重ねていきます。スプーンを縦にして落ちたらこうくるくるくるっとスプーンで撫でる感じですね。ちょっとこれだけめちゃくちゃ大きくなっちゃった。で火をつけて超弱火にします。ここにお水をちょっとだけ加えます。はい、3箇所ねお水を入れたら蓋をします。でこれで弱火で焼いていきます。もうすっごい弱火で OK です。はい、どのぐらい弱火かというともうこのぐらいです。このぐらい弱火で焼いていきます。はい、7分。はい、いい感じにね膨らんでます。こんなにふわふわに仕上がります。ひっくり返します。おー、いい感じですね。おー、いい感じ。今度ねお水入れないで、はい、でこのまままた5分焼いていきます。はい、それでは開けます。ほい、こんな感じです。ふわっと仕上がってます。このぐらいに仕上がってます。それではねお皿に移したいと思います。はい、こんな感じに仕上がりました。このぐらいのね分厚さになりました。このぐらいで材料ね4つだけでもこのぐらいの仕上がりになります。絞り袋でね絞ってない分ちょっとね広がっちゃってるんですけど、これでもねすごくふわふわに仕上がってます。はい、ではトッピングしていきます。ここに生クリームで上から粉糖かけます。はい、ミントを飾ります。はい、これで完成です。こんな感じです。はい、これで材料4つで作るふわふわパンケーキの完成です。こんな感じに仕上がってます。はい、ということで完成しました。こちらです。でん。はい、材料4つでかつ絞り袋とかそういった道具を使わずに作るとこんな感じになります。はい、ということで早速食べてみたいと思います。それでは切ってみます。お、ふわふわ、かなりねふわっとしてると思いますよ。いただきます。生地がすっごい美味しい。軽いふわっとっていうよりかはホットケーキまではいかないんだけども、ホットケーキとふわふわパンケーキの間ぐらい、ふわふわ。はい、ということで今日のポイントはですね、本当にしっかりと白身を泡立てることが非常に大切になってきます。生地ができたらもうすぐね焼くようにしてください。であとはめちゃくちゃ弱火で焼くことです。これがね結構重要なポイントなので、ぜひそこら辺に気をつけて作ってみてください。こうスプーンですくってフライパンに入れるとやっぱちょっと高さが出づらいんですけど、生地をこうやって上に持っていくように1個ずつこうやって重ねていくと、このぐらいの十分な厚さのパンケーキを作ることができます。材料も少ないのでね、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はたったの材料4つで、ふわふわパンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもいろんな卵にまつわる料理を配信しています。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Facebook、インスタ、TikTok こちらにもねいろいろアップしているので、ぜひシェア、いいね、フォローしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。